今回の内容は、壊れたデジタルサーボをメタルギアサーボに交換と、ボトムガードを自作してみた、です。前回の動画で登場したイオンがして歯車が欠けてしまったデジタルサーボです。ステアリングを切らなくてもイオンではないが音はしています。ステアリングを切ると音は大きく変化しますが見える歯車は回転していません。ご覧の通り音だけでギアは回転していません。電源を投入した状態でカバーを外して動きを確認しました。ステアリングを操作しなくても一部の歯車は回転し続けている状態です。歯車のかけていない箇所を合わせれば良い動きをする場合がありました。YouTube の動画で修復する方法がたくさんありますが、この場合は歯車が小さすぎてできませんでした。代替品としてこれを購入してみました。何が正解なのかがわからないので、サイズを頼りに選択しました。こちらが届いたメタルギアサーボです。形状は元々のサーボと同じで、分解して確認していませんが、見えている歯車はメタル素材のようです。実際に取り付ける際に感じたことを少しお話しします。取り付け自体は分解と逆手順のため難易度は低めです。サーボアームをネジ止めするのに締めすぎるとアームが動かなくなります。新しいサーボのネジ山は 2.5 のミリネジです。アームの厚みの関係上、純正のアームを固定していたタップネジを使うと良いかもしれません。さらにワイヤーが長すぎて格納に手間取るかもしれません。ワイヤーの色自体も純正品とは異なるので、ピンの見えている面をヒントにできます。正常に動いているようですが、左側が右側より角度が大きいです。これはタイヤが地面に設置しておらず、抵抗がない状態です。タイヤが地面に設置した状態でなら、左右ともに同じような角度でサーボが動いていることがわかります。しかし、無抵抗の状態ならやはり偏りが出てしまいます。このままでも普通に遊べるのですが、修正の方法を教えてもらえたらありがたいです。さっきから何度も見えているこれ、アルミの板で自作しました。できれば縞鋼板で作成したかったのですが、小さい柄は扱いがありませんでした。ダイソーに縞鋼板柄のシールが売っていますが、ぶつかったり擦れたりするぶりに貼るのでシールでは不向きかと判断しました。これは近くのホームセンターで税抜き197円で購入。厚みは 0.5mm で 100×200 サイズです。0.5 の厚みならハサミでカットできるし、ドリルでなくとも千枚通しとかで簡単に穴開け加工できます。最後に、ヤスリを使ってバリを取る必要があります。ご覧の通り、簡単にハサミでカットできます。力の入れ具合で、簡単に変形してしまいます。どうでも良いとツッコミされてしまうお話ですが、ボトムガードなのか、ボトムプロテクターなのかわかりません。そもそも全く違うのかもしれないし、誰か教えてください。
作成手順としては、最初に厚紙を使ってざっくりとしたモデルを作ります。それを実際に車体と合わせながら細かく調整します。その型紙の寸法を板に貼った紙に書いて加工しました。社外品のアクスルで、この自作パーツを取り付けできそうな穴は2箇所あります。穴のピッチは 88mm で、径の大きさは 3mm です。さらに、出っ張りがなくなるようにビスの形状をサラビスに変更しました。バリは必ず取らないと怪我をします。ここが一番難しかったのですが、折り曲げたら完成です。最初に紹介した 100×200mm の板1枚で、フロント、モーター部分、リアまで作ることができました。すでにテスト走行をした後なので、フロントは傷だらけです。リアは残念な仕上がりなので、また挑戦します。それでは、実装して走らせてみたのでご覧ください。